ヤサス、アテナイの皆さん、総川クラテスです。この番組は現代に蘇った哲学の祖、総川クラテスが言語教育について語るというものなんですけれども、今回は新型コロナウイルス COVID-19 と日本語教育のお話を何回かに分けてしていこうと思います。で、最初の今日は歴史のお話です。で、これはビスマルクの言葉だったでしょうか。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶというものがあります。で、歴史を踏まえることで、現在、そして未来を見渡すことができるということで、今回は近現代史のスパンで見たときに、日本語教育業界が打撃を受けるのって、今回3回目なんですね。今3回目のハレーションが起こっているところです。このお話をしていきます。で、まず1回目がいつだったかっていうと、これ20世紀の初頭です。で、19世紀の終わりぐらいから、当時の中国、清ですね。清から日本に留学生がたくさん入り始めてきて、で、日露戦争の終わる頃ですね、1905年、6年のあたりで8000名まで達していました。で、そしてその後、辛亥革命ですね、1911年の時には、さらにそれが倍増、1万を超える数になっていたと。で、この中には、周恩来であったりとか、あと、魯迅兄弟なんかも含まれていたわけなんですね。で、彼らがどんな環境で学んでいたかというと、決して彼らは日本語教育を受けていたわけではありません。はい、もともとある日本の学校の中に、もうそのまま組み込まれていたわけなんですね。なので、当時の留学生の手記なんかを見てますと、勉強が全くわからないとか、何のために日本に来たのかわからないみたいなことを綴っている、気持ちを吐露しているものが残っています。なので、この効果がどれぐらいあるかわからない日本語教育が、ずっと、拡大し、これ日中戦争が始まるまで続きます。なので、1937年ですね。この頃まで続いたのが1回目のハレーションということです。で、2回目なんですけども、これは戦後で1980年代のお話です。で、日中国交正常化を経て、中国から留学生がどんどん入ってくるようになっていました。はい。で、その中には、実体のない日本語学校とか、アルバイトばっかりしてる学生なんかがたくさん出てきまして、社会問題になっていたんですね。で、今もこれ同じ傾向があるんですが、入管が急にビザを締め付けました。で、その結果、中国にいる、日本に来る予定だった学生が来られなくなって、で、上海の日本大使館ですね、その周りをぐるっと囲んで、はい、抗議をするという、いわゆる上海事件ですね。はい、1988年の出来事です。これが起こりました。で、その結果、翌年ですね、1989年に日清協、日本語教育振興会ができて、で、日本語学校を管轄するということになりました。これが2回目のハレーションですね。そして現在3回目が今起こっているまさに真っ只中で、2020年の3月時点で、国内の日本語教育の、国事機関ですね、法務省国事機関、日本語学校が792校あります。で、これはもうこの業界の歴史の中で一番多い数なんですが、もうどんどん留学生が増えて、教育の質であったりとか、学習効果みたいなものが疑われている、ところに起こったのが、新型コロナウイルスの蔓延ということなんですね。でも実際、傾いている学校、そして、潰れていっている学校もあるでしょうし、それは今後、ますます顕著になっていくと思うんですけれども、その、ふるいにかけると言いますか、ウイルスってその進化のきっかけになるという、ものでもありますので、本来、潰れるはずの学校は淘汰されて、で、生き残る力を持った学校が残っていくというのが、向こう、1年とか2年とかの展開になるであろうと思います。で、その中で、歴史は繰り返すと言いますので、こういう近現代史を踏まえておくと、少しでも将来を見通すきっかけになるのではないかというお話でございました。では、今日はこのぐらいなんですけれども、高評価であったりとか、あとチャンネル登録ですね。これもどうぞよろしくお願いいたします。では、この辺で失礼します。アディオ。